お疲れ様です。ひろさんキッチンです。今日はですね、もっちもちの美味しいチヂミの焼き方をご紹介します。リクエストをいただいたチヂミの作り方を、これちょっと僕なりに研究して、めちゃくちゃもちもちで美味しく焼ける方法を開発しました。ポイントが2つだけあります。生地に下味、具を挟むです。たったこれだけですね。守ってもらうだけでもっちもちの美味しいチヂミが焼けるようになります。なので、ぜひご覧ください。はい、まず材料の確認ですね。ネギとシーフードミックスのチヂミとキムチと小松菜のチヂミ2種類作ろうと思うので今日この材料になってます。シーフードミックス、キムチ、小松菜、ネギ、小麦粉、片栗粉、塩と砂糖です。あとは水がありますね、生地作るための。では早速生地から作っていきます。ではボウルへ小麦粉と片栗粉入れていきます。小麦粉と片栗粉入れていきます。まず小麦粉入れます。では次片栗粉入れます。でここでポイントです。生地に味をつけちゃいます。味があると美味しいんです。では塩入れます。では砂糖も入れます。水入れます。そしたら生地をよく混ぜときます。でここで具とかを混ぜちゃうレシピもあるんですけど、僕のは具を混ぜません。これはまたちょっと動画の焼いてる時にご説明したいと思います。はい、生地の完成です。それでは焼いていきます。まずフライパン温めます。油は何でもいいんですけど、ごま油がおすすめです。ごま油入れます。フライパンが温まったら生地を入れます。半分ですね、入れる量は。伸ばしてもらって、で生地を入れたらここに具を入れていきます。これがポイントです。具を生地と生地で挟むとめちゃくちゃパリッと美味しく焼けるんですよ。具を置いたらまた生地をかけます。なんでこれ今下が焼けてきたのでひっくり返します。さあ成功しますでしょうか。ほっ、はい、いいですね。こっちもいきますよ。ほっ、ああ、いいですね。ガンガン押し付けて焼きます。ちょっと厚みがあるんですけど、もうこれを薄くしちゃう感じでもうガンガン押し付けて焼きます。ちょっとひっくり返してさらに、お、いいですね。こっちめちゃくちゃいい感じになってます。焼いていきます。それでは焼いてる間に簡単なタレのご紹介します。醤油、砂糖、酢、これを全部111で混ぜるだけです。でこれ砂糖が溶けるまでよく混ぜてもらえれば完成です。でお好みでごま油足したりとかコチュジャン足したりとか、あとは一味唐辛子ですね、ああいうの入れても美味しいと思います。はい、一味唐辛子入れます。タレの完成です。さあ焼いてる続きを見ていきましょう。具はお好みで何でもいいです。だいたい2種類くらいの具を50から 100g の間ですね、挟めれば何でも OK です。これ子供が結構好きで、チヂミとかもお好み焼きだと野菜いっぱい食べてくれるっていうのはやっぱ嬉しいですね。さあそろそろ焼き上がりです。ではちょっと切ってみましょう。食べやすいように四角でいいかな。いいですね。この挟まってる感じめちゃくちゃ美味しそうです。それではじゃあ盛り付けていただきます。どうぞ召し上がれ。美
美味しそう。じゃあちょっとタレつけていただきます。おっ、もちもちで美味しいこれ。あ、うん。やっぱこう生地にちょっとだけ塩味と砂糖の甘みがあるので、具とのマッチ感がいいですね。今日も大成功しましたね。じゃあもう一個ちょっとキムチの方もちょっと切って食べてみます。こんな感じです。これ絶対うまいですよこれ。だってキムチですもんね。いただきます。うん。キムチのニンニクのパンチすんごいうまいです。このタレめちゃくちゃ合いますね、キムチと。これうまいなこれ。うん。韓国ではマッコリらしいんですよね。まあ定番みたいなんですけど、僕はこれはやっぱビールいきたいですね。いっちゃいますか。いっちゃいますか。それではいかがだったでしょうか。チヂミをもっちもちに美味しく作る方法をご紹介させていただきました。ポイントとしてはやっぱ生地に下味をつけるということと、具を挟むですね。この2つだけ守って作ってもらえればめちゃくちゃもっちもちで美味しいチヂミが焼けるようになります。ぜひこの方法でお試しいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。